皆さん、こんにちは。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむにむです。今日は4月3日金曜日。ただいまの時刻は10時20分。また寝坊かよって思うかもですが、違います。今日は朝早くに任天堂エリアの整理券だけ取って朝ごはんを食べるため一度退園したのです。なので、寝坊ではないっす。今回の動画では、いよいよ始まったブルース・ブラザーズのグリの攻略やアトパークの変化を中心に紹介します。さて3月31日に正式に25周年を迎えた USJ ですが、サプライズとしてジオラマギャラリーなる催しが開催中です。簡単に言うと超久しぶりに USJ のジオラマが一般公開されます。何それって思う方もいるでしょうが、実は USJ 建設時に使われていた検討用モデルというのがあるんですね。パークを一度100分の1スケールで模型にしたわけです。それは当時一般公開もされましたが、その後はどこに消えたのやら、てっきり捨てられたかと思いましたが、なんとまた現存してたんすね。嘘、もう25年以上前に作った模型やぞ。それがこの度超久しぶりに公開されるらしいです。ちなみにブルブラのグリもステージ18前で開催されるので、ついでなので両方見ましょう。入り口に近いとはいえ、奥まった場所ですね。実は認知度は低いですが、ここってプロダクションセントラルというエリア名があるんですね。このプロダクションセントラルってのが USJ の元になったオーランドのパークに昔あったエリアで、つまり映画撮影スタジオがテーマなわけです。USJ としては単純に混雑を避けるためにここで開催することにしたようですが、ある意味で理にはかなっていますね。10時30分、あれ、ドクがいますね。そうそう、実はドクは結構出てくれるので遭遇率は高いんすよね。理由は簡単で、ドク役のキャストさんはこの役が専門なので、ブルブラみたいに午後からステージショーもあってみたいなことはないです。そうなると、ブルブラのグリって午後には開催しないんすかね。私は今撮らせるプグラウンド。一緒に写真を撮ろう。Oh, you only. Oh, me only. Okay. Okay, sure. Yeah, all right. Okay, here we are. 大丈夫。グリーティングの開催時刻は完全非公開ですが、目安となるのはこれ。規制シートがあるかどうかです。ここにシートがあれば20分以内に来ることになります。では、ブルブラは当分来ないみたいなのでジオラマギャラリーの方を覗きましょう。入り口には飾り付けがされてますね。ニューヨークエリアの模型やハリドリの模型が写真に写ってます。では内部に潜入。はいどーん。あれ、ジオラマは？そうなんです。100分の1と言っても USJ を隅まで再現したジオラマは超巨大。さすがに全部は無理だったようです。オールのポケットには大きすぎらーってやつです。ですがカラーボードなんかもあって非常に見応えがあるギャラリーです。そうそう。開業前の USJ ってゲートのデザインがまだ未確定だったんですよね。初期のパンフレットなどを見てもデザインが統一されていないのはそのためです。横にあるのはジュラシックパークザライドの模型。この車両は車椅子対応なので RV13 か RV18 ですね。今、車両と言いましたが、USJ ではボートも車両扱いです。これはゲストサービスにて2022年まで展示していたものです。久しぶりに見れて嬉しいですが、以前は手に取って見ることができた模型ですからね。ガラスケースにぶち込まれちゃって、どこか寂しいです。模型は主にキャノピーの下、つまりロデオドライブゾーンのものが抜粋されて展示されています。非常に細部までこだわって作られていて、持って帰りたいくらいです。プレゼント企画とかやらないかな。壁には懐かしい写真もたくさん並んでいます。ブロディ所長の車や、他にもハリドリができる前の写真やステージが増設される前のグラマシーパークもあります。覚えていますか？グラマシーパークには昔バス停のセットがあったんすよ。他にもスパイダーマンができる前のペンシルベニア駅の写真もあります。ザワイルドウエストスタントショーナッカとか本当に懐かしいっすね。これは当初発表された完成予想図。今と違って本来は沿岸にホテル群をすらりと建てる予定でした。長らく凍結されてましたが、リーベルホテルができてからまた動き始めましたね。スクリーンにもまた懐かしい映像が流れ、開業初期の USJ のパーク全景。バックドラフトにザワイルドウエストスタントショーだから長いって。さらにモンスターメイキャップとブルース・ブラザーズの映像が流れています。モンスターメイキャップなんて今の人誰も覚えてないやろな。この映像の中でブルース・ブラザーズだけが復活を遂げたのは感慨深いっす。とても素敵なギャラリーになっていて、期間限定にするには惜しいくらいです。ちなみにバックトゥー2001なんて歌っていますが、ここに展示されているものは1998年。つまり USJ が開業するより前に作られ、メディア向けに公開されたものになります。なんだ、2001年よりもっと貴重やんけ。私もこのジオラマの存在は当然当時の報道だとかを見て知っていましたが、まさか一部とはいえ現存していたとは。ただ当然これだけかよっていう気持ちもあります。しかしどうやらジオラマは他にも保管されているみたいなんですね。実際公式の発表ではニューヨークエリアだとかの写真も写っていましたし、ハリウッドドリームザライドの模型もありました。こちらのイベントは実はシーズンごとに内容を一新し、3回に分けて開催するらしいです。開催期間は次の通り。
第1弾は5月28日まで、第2弾は5月29日から7月下旬、第3弾は7月下旬から9月上旬。つまりニューヨークエリアの模型だとか、ハリドリの模型だとかは今後展示されるんじゃないかなと予想しています。退出してもまだブルブラの姿は見えません。一旦ここは離脱して、Z ライトの様子などを見に行きましょう。さて最近のパークの混雑度ですが、まあどんどん混んできてますね。4月4日は雨だったので論外として、3月20日以降落ち込んでいたグラフが持ち返してます。正確にはこれは混んできたというよりは、20日から30日までが年間パスの除外日だったので、空いていただけって感じです。しかし、27日以降になると、次々新しいイベントも増えてきたので、除外日が消えてから一気に持ち返した感じです。ちなみに4月は除外日がないです。そして、この除外日の抑止力の影響を全く受けていないエリアもあります。それは任天堂エリアです。任天堂エリアは地元民というより、やはり遠方客に人気のエリアです。なので除外日だとかは全く影響しないわけですね。そして入場者数をコントロールしている影響で曜日ごとに混雑の傾向だとかは一切ありません。まな板みたいにぺったんこです。はい、ということでZライトに到着しましたがガラガラっすね。何これ。ありゃりゃ、今日は運休なんですね。どうやら朝の1時間だけ営業してたらしいですが、突発的なトラブルで運休になったとか。ちなみに15時30分まで営業再開はしませんでした。こりゃ乗りそびれたゲストが近くのハリドリだとかに流れそうですね。スタジオスターズレストランの工事は相変わらず続いていますが、何やら櫓みたいなのが立っていました。ここの内部はすっかり土を掘り返しており、おそらく建物が建つんじゃないかと思います。要するにレストランが広くなると思います。あ、毒が出てきたということはまだ当分ブルブラは出てこないみたいですね。やっぱり12時にならないと出ないのかな。とりあえず毒の写真をほんの70枚ほど撮らせていただいてから予想をブラブラしましょう。Lovely to meet you all. 私はメトラスロプブラウン博士だ。皆私のことをドコと呼んでいる。お会いできて光栄だ。Now, show you how it works. This here's the Mr. Fusion. ところでステージ週8の前でも何やら工事をしているんですよね。ここは広い植え込みがあった場所です。ここを削ったからといって何かが建てれそうには思いませんが、何でしょう。フリーレン関連とかさすがにないか。そしてこんな目立たない位置にブルース・ブラザースのポスターがあります。では、ハリドリの様子も見に行ってきましょう。もうそろそろブルブラが出てきてもおかしくない時間なので、あまり遠くまではいけないんすよね。今日 USJ に来てからもう昼になりますが、未だに徒歩5分くらいの範囲しか動けてないです。11時25分時点でのハリドリの待ち時間は、バックドロップは110分、フォワードは95分でした。めっちゃ混んでて草。2月23日付で閉店が決まっていたイッツソーフラッフィーは後に延期となったため今もあります。店内は今日もガラーンとしています。こう見ると別に延期の要望が多かっただとかそういったことではないようです。後釜の工事に遅れが出てるとかそんなとこでしょう。そういえば任天堂エリアが今年で創立5周年ということでマリオカフェもこのように模様替えをしています。ちなみにスターの形のパンケーキをメニューに増やした影響でルイージのメニューが消えました。ありゃりゃ残念やったね弟くん。はい、ということで12時。以前はこの時間帯にやってきたので、そろそろブルブラが来てもおかしくない時間です。で、ワンギャー。もうシートが敷いてるじゃありませんか。こりゃあいけない。大急ぎであそこに向かいましょう。いや、毒が出てくる扉とは別の場所です。実はブルース・ブラザーズは毒と違って別の場所から出てくるんすね。あのステージ22の近くに女子トイレしかないスポットってあるじゃないですか。あのゲートから出てきます。というのも彼らは午後からはステージショーにも出ないといけないので、彼らの拠点はこっちなんですね。毒に比べて非常に移動距離が長いということになります。はい、陣取りました。あとはその時が来るまで待ちます。はい、12時15分ちょうど。ついに彼らが出てきました。いや、ほんと懐かしいコンビっすよ。ここから彼らはしばらく歩いて、ブルースモービルの前までやってきます。ちなみに毒もそうですが、普天の場合はキャノピーの下にやってきて、車の前には来ないようです。3月3日に初めて彼らが披露された時は傘を差してやってきましたが、あれはマスコミがいたから来てくれただけで、普天の場合は原則としてキャノピーの下みたいです。私たちにはミッションがある。俺はジェイク、弟エルウッド。私はブルース・ブラザー。俺たちはブルース・ブラザー。All right. Pick it.
Good to meet you. My name's Elwood. Jake. Nambayo. Yep. Yeah. Nice car. It is a nice car. Dutch Monaco. 74 Dodge Monaco. Yeah. Blue シ Mobile. カゴまではだいたい6507マイルで、Oh. Yeah. What? ガソリンもサングラスも装着。What's your mission? Eh? Your mission? We're mission. We Mission. gotta raise money for the orphanage. Tax? Tax? Yeah. Gotta get the pinging. Oh, sister. She's more like a Penguin. mom, Mom. like a metaphorical mom. She Oh. raised us when we were kids. Oh. We're orphans, you see. Oh. Yeah. Ah. She raised us well, I guess. Sure. Finding us. Keeps hitting us with that ruler, though. Yeah, She always has a bigger ruler. it's true. It hurts. Breaks right upside my head. Better than a brick, though. I'll take a ruler over a brick any day. Oh. Want to get a shashin with us? Oh. Two only. Oh. Yeah, Yeah. okay. Sure. Sure. Oh. Yeah. Oh, thank you. Thank you. It's Nice. See you later. See you. そういえば少し前から気温を測るようになったんですよね。もうそんな時期ですか。今はまだ大丈夫ですが、今後は熱中症予防の観点から、グリが中止になることもあるかもしれないですね。スケジュールが決まっているショーの場合は、明確に中止だとわかりますが、このグリーティングは開催時間が非公開なので中止なのかどうなのか、判断が難しくなりそうです。USJ 情報局。 LCA Studios. USJ kanji I don't know. LCA Studios. では、ようやっとハリウッドエリアを抜け出せます。パークを回っていきましょう。ニューヨークエリアは相変わらずコーチだらけです。どう考えてもここがポケモンエリアなんでしょうけど、未だに何の発表もありません。こんなことなら、ポケモンの予想動画はもっと丁寧に作るんでした。ところで、アーシはそろそろ名探偵コナン 4D はなくなるんじゃないかなと思ってます。この話をすると、あそこもポケモンになるのと指摘されますが、そうではありません。コナン 4D って好きとか嫌いとかは置いといて、誰がどう見てもターミネーターの流用なわけですね。ターミネーター 2 3D というのは1996年からありますので、正直コナンにテーマを変えたところで満足度なんてたかが知れています。アーシはターミネーター大好きっすよ。テーマパーク経営論の話として、こんな古い施設をいつまでもごまかしながら使うとは思えません。そうなると、名探偵コナン 4D の正体とは、とどのつまり、ポケモン開業までの時間稼ぎであり、それが済めば用済みなわけです。例えばよくある3年契約だとした場合、ちょうどポケモンがオープンしてしばらく経った段階で契約更新をしない判断もできます。USJ としてもポケモンに限らずとも、そろそろあのシアターを潰して、別のアトラクションを作りたいと考えるのは自然です。そうなるとコナン 4D の導入はもう2年前なので、そろそろ終了のアナウンスが入りそうな予感はします。果たしてどうなるでしょうね。怪盗キットめっちゃ好きって人は、今のうちに見納めしてもいいかもです。どのアトラクションにも言えることですが、その日は突然訪れます。悔いのないように全力で楽しみましょう。そして、こんな赤の他人の連中どもに気遣いのできる心優しいアーシのことが素敵だと思った人は、ぜひ高評価ボタンを押してくれよな。スパチャも大歓迎だぜ。では、ジュラシックパークエリアに着きました。アトラクションどれくらい混んでるでしょうね。12時50分、時点の待ち時間はコマちゃんが110分待ち、ジュラパが60分待ちでした。この後の予定としては、リハブ明けのチョーズに乗って、ウォーターワールドを見て、任天堂エリアに行こうと思います。今日は、夕方から実家に帰らないといけないんで、ハリポタはスキップしましょう。では、アミティにやってきました。ここは本当にすごい人の量っすね。USJ でもトップクラスに混むスポットです。別にチョーズが USJ で一番人気だからというわけではなく、偶然ここが人気エリアに挟まってるせいで、往来が多いってだけですけどね。ただ、こんな中途半端な位置に、ジョーズが立地してしまったことが功を奏してなのか、ジョーズは今でも人気です。アミティボードウォークスナックの改修は、まだ終わっていません。ラグーンの下まで足場が組まれ、工事用のシートがどっぷり水に浸かってますけど、こちらの工事もなかなか大掛かりそうです。アミティではここ2年くらいで、あらゆる建物が大規模な改修を受けています。
では、ジョーズちゃんに久しぶりに乗りに行きましょう。ジョーズのアトラクションは3月29日までリハブでした。つまり、今日は再開して間もない頃ですね。今回のリハブは23日間行われたので、そこそこ長いです。なので色々治っていることを期待したいですが、13時20分時点のジョーズの待ち時間は60分でした。まあ普通ですかね。ただ、外の待機列はだいぶ混んでいます。これって本当に60分待ちなんすか？ママ A は、とりあえず並びましょう。実は3月31日にジョーズに乗ったのですが、その時はボートハウスのサメが不在だったんですよね。リハブ明けなのに。でも、まあそもそも論ですけど、USJ のジョーズって地味にすごい施設なんすよね。高度なギミックの備わった巨大なアニマトロニクスが常時水没してるって冷静に考えるとありえないんすよ。ディズニーですらほとんど例はないです。いや確かにジャングルクルーズのカバは水没してますけど、あいつは耳がピクピク動くだけだし、あれをアニマトロニクスと呼んでいいのかは微妙なラインです。いずれにせよ、典型的なアニマトロニクスを水没させてる USJ は、冷静に考えると頭がおかしいんですよね。なんか説明下手ですが一応褒めてます。なので、多少のトラブルは仕方ないです。とはいえあの頭が水面に顔を出すロボはアタックシャークという名称ですが、アトラクションではそれは3機しか設置していません。なので1機が欠けるだけでも結構品質は下がります。ですから治ってるといいですね。っていうか待って、これ本当に60分待ちなんすか？こんなとこまで列が伸びてますが、ただ上手ってなぜか積極的に屋外に並ばせようとする嫌がらせみたいなオペをしますので、それで列が伸びてるだけかもしれません。いや、普通に混んでますねやっぱり。今見えている列はエクスプレスパスの列です。いつもの2倍くらい並んでます。おそらく15分くらいは待たされそうな雰囲気ですね。まあアーシはシングルライダーなのでスイスイ。はい乗ってきました。嬉しいことにボートハウスのサメが治っていました。いやーよかったですね。チャームバレルのギミックは相変わらず死んでいます。他にも細かいギミックはもう一生治らないレベルでずっと治ってません。初見で気づくレベルの故障だとかはないですが、年々細かい演出は減ってきていますね。それでも25年前のライドにもかかわらず、乗客の受けは非常にいいです。ジュラシックパークザライドみたいに大改修して延命してほしいっすけどね。ということで今日は話したいことがあるので、14時30分のウォーターワールドを見に行きます。まだ、任天堂エリアの入場時間じゃないですしね。ところで話は脱線しますが、実は25周年のサイトに以前、ウォーターワールドがパワーアップって書かれていたのですが、なんか削除されたんですよね。おそらくたまにあるフライング発表かと思いますが、今更ウォーターワールドで大規模な工事だとかをするとも思えないんで、そこまですごい変化ではないとは思いますけど。でも、また盛り上がるのなら嬉しいですね。ただ心配なのがウォーターワールドってそろそろなくなるんじゃねってことです。実はオリジナルのハリウッド版はクローズする前提での開発計画が進んでいるらしく、このショーもそろそろ交換時期というわけです。世界4カ所にあるこのショーは2021年に北京にも進出したりと、まだまだユニバーサルを支える施設になりそうな空気だっただけに、この暗雲は非常に心配っすね。何より USJ 版は非常に邪魔な立地でもあります。USJ は土地不足に悩まされており、すでに立体駐車場を再開発候補地に選んでいますが、ウォーターワールドが存在する以上、アクセスするルートが作りにくいということです。いずれにせよ行ける時にたくさん行きましょう。USJ は秘密主義者なので、クローズ発表は2ヶ月前とかにいきなりしますので。それでは14時15分、ステージ案内スタートです。ここで、ショー開始って14時30分じゃないのと思ったすっとこどっこいがいるかもしれないので説明すると、ウォーターワールドのショー開始時刻は、未来の地球、環境破壊がうんたらすんたらっていうセリフが流れるタイミングのことです。それまでは余興みたいなもんっすね。ショー開始時刻の20分前には来ないと入れてもらえないことすらあるので注意しましょう。ということで終了しました。いやーほんと迫力ありますね。バックドラフトがなくなった今、誇張抜きで鼓膜が破れそうな爆音が聞こえるショーはここだけです。これに比べたらジョーズのなんてクソガキがライターの火をヘに引火させて遊んでるようなもんです。で、この水上飛行機をちょっとじっくり見ていただきたいのですが、クルーさんが早く出ていけとうるさいので、とりあえずキャノピーの形状だけ覚えてください。それで、今日ここに来たのには理由があります。
実はウォーターワールドで長らく使われていた初期型の飛行機が先日から裏で解体作業が始まったそうで、この初期型というのはキャノピーの形状が少し異なる個人的には非常に大好きなものです。実はあの飛行機って何台もあるんですよね。USJ には常に大体本番用1台、スペア2台の計3台が常時います。スペアといってもすぐに代替が効くわけではないので、突発的な不調とかだと出せない回が多いです。そのスペアとして初期型はすっと眠っていましたが、2025年11月に突如復活。また活躍してくれることを期待していましたが、どうやらあれが最後の花だったようです。非常に悲しい。いずれ模型とかにしてみたいですね。つまり今後は新型機に置き換わるわけですが、冒頭に話したように、そもそも小自体の寿命が怪しいと噂されているので、新型機が来たからあと10年は残るとかは期待しない方がいいかもです。では陰鬱な話題は北朝鮮に捨てて、任天堂エリアへ向かいましょう。うわぁ、なんか入り口からしてもう混んでますね。本音すでに帰りたいです。いやいや、いけない。任天堂エリアは今、5周年の特別仕様になっているらしいので、その様子を確認せねば。エントランスはすっかり模様替えされ、5周年を彩るオブジェが設置されてます。ケーキなんてものもあります。ちなみにハリウッドの装飾はケーキではなく、最新作のザ・スーパーマリオ・ギャラクシーのモニュメントになっています。では任天堂エリアどうなってるでしょうね。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。いつも満員状態なんですよね。任天堂エリアは道が狭いのもあって毎日が初詣って感じです。ぶっちゃけここのエリアは肌感キャパいっぱいまで詰め込んでるので常に混んでるし空いてるだとかいう概念がない。逆に言えば混雑は一定といった印象です。ではそんな今日の待ち時間を見てみましょう。15時10分時点での待ち時間はマリオカートが130分、ヨッシーアドベンチャーは100分でした。先週の同じ曜日よりも少し混んでますね。あ、そうそう実は USJ にも米国みたいにヨッシーが新しい仲間に加わりました。こういう感じでのこのこやってきますが、意外とこいつでかいんすね。まあそりゃ背中にマリオが乗るサイズだからそうか。出現場所としては中央ステージ。あと、これまでキノピオの定位置になっていた場所っすね。ここでせっかくキノピオが築き上げた場所なのにと嫉妬するキノピオが知性の声を SNS で見かけてゲラゲラ笑いました。残念やったなキノコボーイ。では、ドンキーコングエリアはどうなってるでしょうね。ここはいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。ただ今は夕方ということもあってかエリアは広く感じますね。地面がちゃんと見えます。いや本当に午前中とかは地面すら見えないレベルで混んでるんすよ。何でしたっけ？ギャグ漫画日和でえげつない混雑してる銭湯の回がありましたがそんな感じです。エリア自体が混んでるというよりクレイジードロッコの待ち列でエリアが埋まってるというのが正しいですが果たして今は何分待ちでしょうか？はい190分待ちです。解散やってられるか。そういえば、先日、テストシートの車輪がぶっ壊されていたとの報告を見かけましたが、今日来たら治っていました。USJ さんって、こういう仕事だけは本当に早いですよね。スタッフさん、ご苦労様です。では、本当はまだまだ紹介したいことがたくさんありますが、動画編集するのがだるくなってきたので、今回はここまで。また次回にご期待ください。それでは、さよなら。